この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますので、お待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。デジタルでお絵描きがしたいけど、どんな風に描き始めて、どんな風に描き進めたらいい感じに仕上がるのかわからない。とりあえず自分流で描いてみたけど、それが合っているのかどうかいまいち自信がない。そんな方って結構多いのではないでしょうか。今回はそんな方のために、デジタル作画の最初から最後まで、プロはどんな風に描き進めていくのか丁寧に解説していきたいと思います。この動画を見ていただければ、デジタル初心者がつまずきがちなポイント、そしてそこを軽々と乗り越える方法を知っていただけて、初めて描いたのにうまく描けちゃった。そんな風に楽しくデジタルでお絵描きができるようになると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速、行ってみましょう。下準備。はい。まずはここから始めていきましょう。線画の取り込み。デジタルで描く前に、紙にペンで描くっていう人も少なくないと思います。以前はね、僕はスキャナーを使って、しっかりと線画を取り込んでいたんですが、最近はスマホの性能が上がったので、スマホでも十分に線画の取り込みができちゃいます。このドロップボックスっていうアプリで、はい、このね、作成っていうボタンを押して、ドキュメントをスキャンというボタンを押します。そしてカメラでパシャッと絵を撮ります。はい。トリミングをいい感じに調整したら、ほら、もうこれで取り込み完了。取り込んだ画像はドロップボックスに自動で同期されるので、パソコンやタブレットにも一瞬で共有されますね。取り込んだ画像を Photoshop で開きます。クリスタとか IBIS ペイントじゃないのって思ったかもしれませんが、僕はね、Photoshop をメインで使っていますので、Photoshop で説明しますね。Photoshop でも実はお絵描きはできるんです。というかですね、もしあなたがいつかプロになりたいとちょっとでも思っているとしたら、Photoshop はプロとして絶対に使わなきゃいけないソフトになってきますので、今のうちに慣れておくのも手だと思います。学生だとね、月1980円で、なんと Adobe のソフト全部使い放題の学割プランがあったりするので、結構ね、これがおすすめですね。余談ですが、僕が高校生の時は、Photoshop 単体で15万円の買い切りプランしかなかったので、もうね、必死でバイトして買いました。今の学生さん、本当に羨ましいです。はい。ソフトを開いた時のメニュー画面はカスタマイズ可能で、僕はいろいろ試してみた結果、こんな感じのメニュー構成になっております。画面をなるべく広々と使える構成ですね。一応画面の説明をすると、上にツールのプロパティバーがあって、そして一番左にツールバー、その右側に上からツールプリセット、その下がカラー選択バー、そしてその下にレイヤーウィンドウがあります。カラーはですね、この3本線を押せば、他のソフトでもおなじみのカラーホイールにできたりしますが、僕の場合は明度や彩度を数値で設定しやすい HSB スライダーというのを使っています。慣れるとね、これが一番色のコントロールがしやすいですね。そしてレイヤーウィンドウにはパスウィンドウとチャンネルウィンドウをタブで格納してあります。表示されていない場合にはですね、ウィンドウからチャンネルを選択して、こんな風に追加することができますね。で、右上に行って、アクションウィンドウとヒストリーウィンドウとブラシ設定をこんな風に最小化しておいてあります。使う時にね、ポチッと押して使えますね。これで画面が広く使えます。さてでは実際にお絵描きに移っていきましょう。線画の処理。もう線を取り込んだから色付け早速したいって思うと思うんですが、ちょっと待ってください。まずはですね、線の下処理をしなければいけません。取り込んだ画像ってよく見ると、ほら、ちょっとね、ゴミがあったりするんですよ。まずはこれを綺麗にした方がいいです。イメージから色調補正、そしてレベル補正を選びましょう。で、この一番右の白い三角をグググググーっと左側に寄せると、ほら、ゴミが消えて綺麗な線になりましたよね。ここからね、色を塗っていきますが、この上から直接色を塗ると、ほらほら、線まで消えちゃいますよね。これだと不便なので、線だけを別レイヤーにしておいた方が、色を塗る上ではスムーズです。一番簡単なやり方は、レイヤーをね、ウィーンとスライドさせて、プラスボタンのところに持ってきて複製し、レイヤーモードを上算にします。そうするとね、下のレイヤーに色を塗っても、下の色が透けて着色できるようになりますね。ただ、これだと、後で線の色だけ変更したいっていう時には不便です。なぜなら、線のレイヤーに白い色も含まれてしまっているからです。なのでね、この白を消して、黒で描かれた線だけを抽出するっていうことをします。
まあ、でもね、これも簡単です。チャンネルウィンドウに移って、この点々の丸ボタンを押してください。そしたら選択範囲を反転します。そして新しいレイヤーを作って黒で塗りつぶし。これで線画の抽出が完了しました。ほら、下のレイヤーに着色できるようになりましたよね。またね、この時点でもうちょっとこうすればよかったな、この線が足りないかなっていう部分があれば、そこも書き足してもいいでしょう。下塗り。それではここから色を塗っていきましょう。色をこのカラーバーで選択します。まずは肌色を塗ってみましょうか。このね、自由選択ツールを選択し、塗りたい部分をポチッとクリックします。そうすると選択範囲が作成されましたよね。で、バケツで塗りつぶす。もしくはオプションプラスデリートキーで塗りつぶせるんですが、もうこことかね、そうなんですけど、線と塗りとの間に隙間ができちゃうことがあるんですよ。これだとね、仕上がりが汚くなっちゃうので、こうします。自由選択ツールで選択範囲を作ったらですね、選択範囲から選択範囲を変更。そして拡張をして2ピクセルぐらいかな。そのぐらい拡張します。そして塗りつぶすと、ほら、線の下まで塗りつぶせたので隙間がなくなって綺麗に色が塗れました。今の一連の流れを繰り返しながら髪の毛、目、服、全部の色を塗っていきましょう。今の段階ではバケツツールでベタッと一色で塗っていって大丈夫です。影とかはね、後で付け加えますからね。それとね、色ごとにレイヤーを分けて塗ってあげると、後で髪色だけを変える、肌の色だけを調整するっていうことができるので、レイヤーを分けながら塗ることをお勧めします。線が重なっていたりしてうまく塗りつぶしだけで塗れないところは、ブラシツールも使いながら隙間を埋めていきます。これはね、もうしょうがないですね。地道に塗っていくしかありません。はい。下塗りが全部終わりました。ただね、今のを見ていて、こう思った人もいると思います。選択範囲をいちいち拡張して塗りつぶしとか、一箇所だけならまだしも何回も繰り返すのだるいなーって。はい。そうですよね。なので僕はその一連の動作をアクションにして、ワンボタンで実行できるようにしています。まずはどこでもいいので、自由選択ツールで選択範囲を作ってみてください。そしたら、アクションウィンドウを開いて、このプラスボタンを押します。アクションの名前はね、2ピクセル拡張塗りつぶしっていう名前にして、ショートカットをね、ファンクションキーの F1 にとりあえず設定しましょうか。これで今からする操作は全部アクションに記録されます。先ほど行ったように、選択範囲を2ピクセル拡張して、そして塗りつぶし。その後で選択範囲を解除して、新規レイヤーの追加まで記録しちゃいましょうか。はい、ここでストップ。そうすると、次から塗りたい範囲を選択した状態で F1 キーをポチッと押すだけで、ほら、今の一連のめんどくさい動作を全部勝手にやってくれちゃいました。これめっちゃ便利でしょ。影付け。次は影付けをしていきましょう。ベタ塗りだけでもいいっちゃいいんですが、やっぱりね、影をつけた方がより立体的に、絵として完成度が高く見えることが多いですからね。基本的にはね、先ほど色ごとにレイヤーを分けたので、そのレイヤーに対して影をつけていけば良いです。レイヤーウィンドウの左上、この四角いボタンを押すと、透明度にロックがかかるので、このように色が塗ってある部分だけに描いていくことができる状態になります。この状態でね、影をつけていけばいいんですが、後で影の色だけ濃くしたいみたいな調整がこれだとね難しいんです。もしねそういう調整を後でしたい場合には影のレイヤーも分けておくのがいいでしょう。肌色のレイヤーの上に新しいレイヤーを作って、そのレイヤーの上で右クリック、その中からクリッピングマスクを作成を選びます。するとレイヤーの表示がこのように変わって、下のレイヤーに含まれている色の範囲しか塗れない状態になりました。この状態でね影を描いていくと描きやすいですね。こうするとね、後で影だけつけたり消したり、色を変更したりできるようになるので便利ですね。色を変更したい場合には、イメージから色調補正、色相サイドが便利です。このようにスライダーをいじることによって色相やサイド、明度を調整することができますね。また影のレイヤーモードを上算にすれば、肌色の上に色のついたフィルムを重ねて加算していくように影を乗せていけるので、このような方法でも良いでしょう。さあ、今説明した流れを駆使して全体に影を追加していきましょう。ちなみにね、ブラシを選択するのは、このね、キャンバス上で右クリックを押せば、ブラシの選択を呼び出せるので、普通はね、そこで選
選択するのが基本ではあるんですが、僕はいちいちこのウィンドウが絵を隠してしまうのが嫌なので、ツールプリセットとしてよく使うブラシを左上に置いております。ここに常に表示しておけば、ウィンドウで画面を覆うことなく、パッとペンを切り替えることができますね。はい。すべての影を塗り終えました。色トレース。さて、全部の色を塗り終わったところで、ここで終了ってすることもできるんですが、ちょっと待ってください。ここでやめてしまったら損しますよ。最後に紹介する一手間を加えるだけで、あなたのイラストはぐぐっとパワーアップします。これをやるのとやらないのとで、お絵描き仲間から大きく差をつけられる部分なので、ここはぜひチェックしてみてくださいね。それは何かっていうと、いわゆる色トレースって言われるテクニックです。さっきね、線画、主線をわざわざ抽出して別レイヤーにしましたよね。この主線のレイヤーに透明度ロックをかけて、線に黒以外の色を乗せてみてください。そうすると、線の色を、変更することができました。これを駆使して絵に透明度をプラスしていくこと。これがね、色トレースの目的になります。例えば分かりやすい例で言うと、この眉毛の部分、ここの主線を少しだけ薄くしてみましょうか。そうすると、眉毛が髪の毛の下にうっすら透けているようなニュアンスに変化しましたよね。あとは、色トレの効果がわかりやすいところで言うと、目でしょうか。目の周りや中の線を積極的に色トレースして、目の色よりもちょっとだけ濃い色に調整してみましょう。そうすると見比べると一目瞭然だと思いますが、透明感のある宝石のような透き通ったイメージに変化しましたよね。これが色トレースの効果です。ね、一気にプロっぽくなったでしょ？これを駆使して、ところどころ色トレースを加えて、透明感のある感じに仕上げていきましょう。影付けが終わってね、ちょっと面倒に感じる部分かもしれませんが、これをやるのとやらないのとでは、もう結果は雲泥の差。ぜひ、最後の一手間、あなたの素敵なイラストをさらに素敵に仕上げられるように頑張ってみてください。はい。全体的に色トレースを加えて、透明感のある感じに仕上げてみました。こんな感じです。Photoshop の強み。さて、最後になんで僕を含め、プロが Photoshop を使っているのかにも繋がってくるんですが、Photoshop で何がすごいかっていうとですね、非破壊編集がすごいんですよ。非破壊編集。つまり、元々の画像を壊さずに変更を加えていく機能のことです。ちょっとね、この動画別に Adobe の案件ではないのにめちゃめちゃ Photoshop を押しちゃってるんですけど、でもね、そのぐらい優秀なんですよね、このソフト。例えばですね、調整レイヤーがめっちゃ便利。レイヤーウィンドウの下に、こんな白黒の丸いボタンがありますが、ここから色々な調整レイヤーを追加できます。試しにね、色相サイドの調整レイヤーを追加してみましょう。この調整レイヤーを肌色にクリッピングしますね。そしてバーをスライドさせます。そうすると褐色になっちゃいましたね。でもね、ここからがこの調整レイヤーのすごいところ。今作った調整レイヤーを非表示にすると、さっきの状態に一瞬で戻っちゃいました。これを利用して色違いの差分なんかを簡単に作ることもできちゃいますよね。さらに、ちょっとだけやりすぎちゃったな、少しだけ効果がかけたいんだよなっていう時には、この調整レイヤー自体の透明度を少し下げてあげると、褐色具合の調整もできちゃうんですよ。これすごいでしょ？あとはですね、スマートオブジェクトっていう機能も便利です。理想を言えば構図とか形とか一発で決められればかっこいいんでしょうけど、正直そうはいかないじゃないですか。だからついついね、僕なんかは変形を繰り返してしまうんですが、変形ってね、実はかければかけるほど画像は荒くなってしまうんですよ。試しにね、めちゃめちゃ大げさにやるんですが、めっちゃ縮小して、で、もう一回拡大すると、これね、わかりやすいと思います。もうね、画像がボケボケになっちゃいましたよね。そんな時にスマートオブジェクトが便利なんです。構図をいじるとかで変形をかける前にですね、このスマートオブジェクトに変換を押して、同じように変形を加えてみましょう。めちゃめちゃ縮小して、で、拡大。そうすると、さっきと違って全然画像が荒れてません。これならね、何度も変形を加えて試行錯誤を繰り返しても安心ですよね。あとはね、スマートフィルターも便利です。画像にぼかしを追加したい。でもぼやかす範囲は後で調整したいな、なんていうことあるじゃないですか。そんな時には今作ったスマートオブジェクトの上にフィルターをかけちゃいましょう。フィルターのぼかしガウス。そうすると当然ね、全体がぼやけましたよね。ただね、ここからがスマートフィルターのすごいところです。元の画像を破壊しない非破壊編集なので、このフィルター効果、
後から取ったりつけたりできちゃうんです。ほら、この目のマークを押して非表示にすると、あっという間にね、元の状態に戻っちゃいました。さらに、この目の横の四角を選んで、ここを黒で塗ってみると、ほら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 、画像の中央部分だけぼかしフィルターを取ることができちゃいました。これで中心だけにピントが合っていて、脇に行くに従ってぼやけたカメラ効果のついた絵ができちゃいました。ね、フォトショップすごくないですか？いかがだったでしょうか？今回紹介したデジタルイラスト制作の流れ、うまく活用してぜひ素敵なイラストを仕上げてみてくださいね。またこういう話をするとね、めっちゃ絵が描きたくなってきた。自分のオリキャラ描きたいな。でも、自分のオリキャラ、いなかったわ。キャラクター作りたいんだけど、でも、いまいち自信ないんだよな。やっぱ俺には無理だ。なんて、そんな風に諦めちゃう人いるかもしれません。でもね、それ、もったいないです。こちらの動画、誰でもキャラデザがうまくできる方法とはを見ていただければ、そんなあなたでも、ステップバイステップ、かっこいい、かわいい、素敵なキャラクターを作り出せるようになっちゃいます。さらにレベルアップして、つよつよ絵師になりたいっていう人はね、こちらの動画もぜひぜひチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。